販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。ここからやってなくて、ここでもできます。で、腫れ物よくこう変わっていくんですね。で、ここに持っていく。で、ここに来る。変わっていくんですね。で、ここに持っていく。で、ここに来る。で、じゃあ今は打たせたら、今度は打たせないでストップして、ここに来たらバックオープンの方。で、じゃあ今は打たせたら、今度は打たせないでストップして、ここに来たらバックオープンの方。で、じゃあ今は打たせたら、今度は打たせないでストップして、ここに来たらバックオープンの方。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。中国卓球のモーコーチです。モーコーチは池袋に中国卓球でレッスンをしています。また中国卓球クラブは池袋だけでなくラモン卓球クラブ&バーもやっています。レッスンの詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはモーコーチがあまり動かないで勝てる戦術について解説してくれました。もう卓球の経験者であれば、卓球は動きまくって拾って動きまくるスポーツという印象があると思いますが、今回のモーコーチの考え方は全く逆になります。たくさん動かなくても頭とコース取りで勝つという中国式の超実践的な内容です。これは初心者から上級者まで全ての選手が応用できる内容になります。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。ではもうこちらレッスンを見ていきましょう。はい、皆さんこんにちは。中国卓球モーです。お久しぶりです。よろしくお願いします。そして今日、シンプルでいくとこのベテランね、ちょっと年代別で少し年齢がね、いて体力が落ちてしまった。僕もそういう時代に入ってきましたので動かなくても勝ちたい、動きは遅くなったんですけどでも試合勝ちたいの時に考えているので、しかしこれは別に新しいものではないの昔からやってきたの。これを僕もジュニアにも教えてるし自分の生徒さんにも教えてます。とてもシンプルで別に公開してもそんな問題ありません。秘密みたいなのコツコツないから、右から左、タイトルは右から左、ね、それは右選手と戦う時ね、左選手と戦う時は左から右なんで逆になります、ね、これが中国語あるんですよね。これ作戦は吊右打左。吊右は右っていう、右は右のこと、ね、左は左のこと。相手を右へ誘って動かさせてから左を攻めるっていう作戦です。これを永遠昔から、今のよく見てみ、トッププレーヤーも一緒、張本、王宗信、樊振東、全員右から左に移る。まあよく眺めを見える人なら分かると思うんですけど、バック側からのゲームないの。必ずフォア側に入れてからバック側に持っていく。これが今のベテランでもジュニアでも、これは別に確かベテランの方にはもっと使いやすいけども、ジュニアでも一般の高校生でも大学生でも今現役プレイヤーでも絶対やってほしい。やってると思うんですけど、ただベテランの方はもうちょっとね根性がいる。例えばグッチさんが右利きで僕はここで参加する、ね、そうするとグッチさん右はここですよね。ですよね。フォアが右ですよね。これを例えばフォアサーブ、このバックサーブ、右に
動かさせて左に攻める、こういうことです。もうさ、今グッチさんが足遅いから遅かったけど、速い人もいるじゃないですか。速い人いるとそんなガンで打ってくるじゃないですか。打ってきても全然構いません。打ってくる、打たせません、ね、打ってくる人だけど打たせません、打たせません、ね、打ってくる人だけど打たせません、打たせません、ね、打ってくる人だけど打たせません、短いの、フォア前に短いのボール行ってから次はバックオークの方に、ちょうど右から左、別に今ここからやってなくてここでもできます。で、張り物よくこう変わってきてね、でここに持っていく、でここに来る、変わってきてね、でここに持っていく、でここに来る、変わってきてね、でここに持っていく、でここに来る、変わってきてね、でここに持っていく、でここに来る。変わってきてね、でここに持っていく、でここに来る。これがとってもシンプルで、ジュニアも大学でも一般人もベテランも、ベテランの方がもっと聞きやすい、こういう戦い方の方がシンプルに考えてやってもらって、両右打と右へ動かさず左へ攻める、もしくは左へ回す。もうさん、これサーブ時できる、レシーブ時は一緒です。でレシーブ時にどんなボール来てもまず相手を右の方に動かしてからね。ただ今目はグッチさんのバックに見せてますよね。レシーブ時にバックに返しますよ。でも実際はフォアの方に回ったでしょ、ね。ただ今目はグッチさんのバックに見せてますよね。レシーブ時にバックに返しますよ。でも実際はフォアの方に回ったでしょ。そうそう、遅れるから、遅れたらもう左の方に回していく。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。で、じゃあ今は打たせた、今度は打たせないでストップして、これ来たらバックオープンの方に。振っていく、両右打と、これ漢字あるんですよ。これがもう
なんていうかな、じゃあそれぐらいもう定番って中国定番はもう当たり前の当たり前。卓球で通じてるそう戦術なんですね。そうコース戦術なんです。コース戦術です知ら。ない両用だと絶対なんです。これ角間の試合の時に一緒。一回続いて一回ループ、一回続いて一回スピード、一回続いて一回ループ、永遠にこの繰り返すと角間どうしようもないじゃないですか。だから攻撃来る角間が生まれた、どんどん増えてきた。だってループさせられたら角できないから、だから打てくる。でも時代だから昔は角間打てないから、今の角間みんな打ってるから。そうすると今の角間みんな打ってるから、だからそういうふうにしないでずっとドライブ、オーマンウとこれ角間の試合の時にね、試合ね、ずっと打ってこられない、最後まで終わるまで、更新ルールになるまで13回まで、そうするとバンバン打っていくから。でも13回までは角間打ってますか、角間打ってない、それはやり方です。手を用打と、右へ誘う、右へ動かす、左へ攻める。もう言葉で言うと、フォア側へボールを最初1本させる、バックへ攻めるっていうことになるね。だからベンチコーチの方がよくサイン出す時あるじゃないですか。ありますね。あれそうもしかしたらあれなんです。その戦術の可能性がある。サインの方ね、右手だからこうちっちゃいやん。フォア前ね。フォア前終わってからバックになる。そういうベンチコーチのサインがあるんですね。はい。ぜひ、両用打と。はい。ありがとうございます。レシーブ時にバックに返しますよ。でも実際はフォアの方に回るでしょ。ね。だから今目はグジさんのバックに見せてますよね。レシーブ時にバックに返しますよ。でも実際はフォアの方に回るでしょ。そうそう遅れるから、遅れたらもう左方に回していく。でじゃあ今は打たせたい、今度は打たせないでストップして、今度来たらバックオープンの方に。でじゃあ今は打たせたい、今度は打たせないでストップして、今度来たらバックオープンの方に。でじゃあ今は打たせたい、今度は打たせないでストップして、今度来たらバックオープンの方に。打たせません。ね、打ってくる人だけど打たせません。短いの、フォア前に短いのボール行ってから次はバックオープンの方に。ちょうど右から左。別に今ここからじゃなくてここでもできます。で、張り物よくこう変わってくるね。で、ここに持っていく。で、ここに振る。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 海外発送スタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。